笑われた子、横光リーチ。吉をどのような人間に仕立てるかということについて、吉の家では晩餐後、毎夜のように論議せられた。またその話が始まった。吉は牛にやる雑炊を炊きながら、一人芝の切れ目からブクブク出る泡を面白そうに眺めていた。やはり吉を大阪へやる方がいい。15年も辛抱したならのれんが分けてもらえるし、そうすりゃそこだからすぐに金も儲かるし。そう父親が言うのに母親はこう言った。大阪は水が悪いと言うからダメダメ。いくらお金を儲けても早く死んだら何もならない。百姓をさせばよい、百姓を、と兄は言った。吉は趣向がこうだから、しがらきへお茶碗作りにやるといいのよ。あの職人さんほどいいお金儲けをする人はないって言うし、そう口を入れたのはませた姉である。そうだ、それもいいな、と父親は言った。母親だけはいつまでも黙っていた。吉は、流しの暗い棚の上に光っているガラスの酒瓶が目につくと庭へ降りていった。そして瓶の口へ自分の口をつけて仰向いて立っていると、間もなく一流れの酒の雫が舌の上で広がった。吉は口を鳴らしてもう一度同じことをやってみた。今度はダメだった。で、瓶の口へ鼻をつけた。また、と母親は吉を睨んだ。吉はへへへと笑って袖口で鼻と口とを撫でた。吉を酒屋の小僧にやるといいわ。姉がそう言うと父と兄は大きな声で笑った。その夜である。吉は真っ暗な果てしのない野の中で口が耳まで裂けた大きな顔に笑われた。その顔はどこか正月に見た獅子舞の獅子の顔に似ているところもあったが、吉を見て笑う時の頬の肉や、ことに鼻のふくらはぎまでが人のようにビクビクと動いていた。吉は必死に逃げようとするのに、足がどちらへでも折れ曲がって、ただ汗が流れるばかりで、結局体は元の道の上から動いていなかった。けれども、その大きな顔は、だんだん吉の方へ近寄ってくるのは来るが、さて吉をどうしようともせず、いつまで経ってもただにやりにやりと笑っていた。何を笑っているのか吉にもわからなかった。が、とにかく彼を馬鹿にしたような笑顔であった。翌朝、布団の上に座って薄暗い壁を見つめていた吉は、昨夜夢の中で逃げようとしてもがいた時の汗をまだかいていた。その日、吉は学校で3度教師に叱られた。最初は算術の時間で、過分数を対分数に直した分子の数を聞かれた時に黙っていると、それ見よ、お前はさっきから窓ばかり眺めていたのだ、と教師に睨まれた。2度目の時は習字の時間である。その時の吉の草子の上には字が一字も見当たらないで、宮の前の狛犬の顔にも似ていれば、また人間の顔にも似つかわしい三つの顔が描いてあった。そのどの顔も、笑いを浮かばせようと骨折った大きな口の曲線が、幾度も描き直されてあるために真っ黒くなっていた。三度目の時は学校の弾ける時で、皆の学童が包みを仕上げて礼をしてから出ようとすると、教師は吉を呼び止めた。そしてもう一度礼をし直せと叱った。家へ走り帰るとすぐ吉は、兄弟の引き出しから油紙に包んだカミソリを取り出して、人目につかない小屋の中でそれを研いだ。研ぎ終わると軒へ回って、
積み上げてある割り木を眺めていた。それからまた庭に入って餅つき用の杵を撫でてみた。が、またぶらぶら流し元まで戻ってくるとまな板を裏返してみたが、急に彼は井戸端の羽鶴瓶の下へ駆け出した。これはうまいぞ、うまいぞ。そう言いながら吉は、鶴瓶の尻の重りに縛り付けられた欅の丸太を取り外して、その代わり石を縛り付けた。しばらくして吉は、その丸太を3、4寸も厚みのある幅広い長方形のものにしてから、それと一緒に鉛筆とカミソリとを持って屋根裏へ登っていった。次の日もまたその次の日も、そしてそれからずっと吉は毎日同じことをした。一月も経つと4月が来て、吉は学校を卒業した。しかし少し顔色の青くなった彼は、まだカミソリを研いでは屋根裏へ通い続けた。そしてその間も時々家の者らは晩飯の後の話のついでに吉の職業を選び合った。が話は一向にまとまらなかった。ある日昼寝を終えると、親は顎を撫でながらカミソリを取り出した。吉は湯を飲んでいた。誰だ、このカミソリをボロボロにしたのは。父親はカミソリの刃を透かしてみてから、紙の端を2つに折って切ってみた。が少し引っかかった。父の顔は険しくなった。誰だ、このカミソリをボロボロにしたのは。父は片袖をまくって腕を舐めると、カミソリをそこへ当ててみて、いかん、と言った。吉は飲みかけた湯をしばらく口へ溜めて黙っていた。吉がこの間研いでいましたよ、と姉は言った。吉、お前どうした？やはり吉は黙って湯をこくりと喉へ落とし込んだ。どうした？吉がいつまでも黙っていると、ははあ、わかった。吉は屋根裏へばかり上がっていたから何かしていたに決まってる、と姉は言って庭へ降りた。いやだい、と吉は鋭く叫んだ。いよいよ怪しい。姉は梁の端に吊り下がっているはしごを登りかけた。すると吉は裸足のまま庭へ飛び降りて、はしごを下から揺すぶり出した。怖いよ、これ吉ってば。肩を縮めている姉はちょっと黙ると、口を尖らせて唾を吐きかける真似をした。吉、と父親は叱った。しばらくして屋根裏の奥の方で、まあ、こんなところに面がこしらえてあるわ、という姉の声がした。吉は姉が面を持って降りてくるのを待ち構えていて飛びかかった。姉は吉を突きのけて素早く面を父に渡した。父はそれを高く捧げるようにしてしばらく黙って眺めていたが、こりゃよくできとるな。またちょっと黙って、こりゃよくできとる、と言ってから、頭を左へ傾け替えた。仮面は父親を見下ろして馬鹿にしたような顔でにやりと笑っていた。その夜、何度で父親と母親とは寝ながら相談した。吉を下駄屋に誘そう。最初にそう父親が言い出した。母親はただ黙って聞いていた。道路に向いた小屋の壁を取ってそこで店を出さそう。それに村には下駄屋が一軒もないし。ここまで父親が言うと、今まで心配そうに黙っていた母親は、それがよい。あの子は体が弱いから遠くへやりたくないと言った。間もなく吉は下駄屋になった。吉の作った面は、その後、彼の店の鴨居の上で絶えず笑っていた。無論何を笑っているのか誰も知らなかった。
吉は25年面の下で下駄をいじり続けて貧乏した。無論、父も母も亡くなっていた。ある日吉は、久しぶりでその面を仰いでみた。すると面は、鴨居の上から馬鹿にしたような顔をして、にやりと笑った。吉は腹が立った。次に悲しくなった。が、また腹が立ってきた。貴様のおかげで俺は下駄屋になったのだ。吉は面を引きずり下ろすと、なたを振るってその場で面を二つに割った。しばらくして彼は持ち慣れた下駄の台木を眺めるように、割れた面を手に取って眺めていた。が、ふとなんだかそれで立派な下駄ができそうな気がしてきた。すると間もなく、吉の顔は元のように満足そうに、ぼんやりと和らぎ出した。